干殺害した女性をスーツケースに詰めて運び出す男。女性が初対面の男に殺されてしまった想定外の理由とは。2018年12月1日、ニュージーランド北部の都市オークランドで街の中心に位置する高級ホテルを訪れた一組の男女。男性は女性の肩に手を回し、二人は身を寄せ合ってエレベーターホールへと向かいます。あなたと話してるとほんとあっという間、楽しい前夜祭になったわ。弾んだ声でそう話す女性はグレース・エミー・ローズ・ミレーン。誕生日を数時間後に控えた彼女はこの日初めて会ったジェシー・シェーン・ケンプソンとバーを数軒はしごした後、そのホテルへやってきました。それは良かったよ、でもお楽しみはこれからだ。その言葉にうっすらと頬を赤くしたグレース。二人はお互いに微笑みながらエレベーターへ乗り込みました。大人の男女にとっては何ら珍しくない二人のやりとり。しかしこの後グレースは一夜限りの関係の女性を殺害した男。ホテルの部屋で一体何があったのか。追い詰められた男が見せたのは、亡くなった女性に責任をなすりつける卑劣な悪あがきでした。おそすけんちゃんです。いやいやいやないというわけでね、ヤミゴさんね、たまに話してるんですけど、エジプト行きたいですよね。エジプト行きたい。エジプトのベストな季節って11月から4月って言われてるんですけど、もうこの後じゃない。今行くとね、40度ぐらいになるみたいなんですよ。無理。ちょっと11月ぐらい企画でも作って皆さんに動画出せればなと思ってます。スフィンクスと一緒に寝てみた。本日ご紹介するのはニュージーランドで起こった殺人事件について。初対面で一夜の関係の女性を殺害し、その遺体をスーツケースに詰めて運び出す犯人の姿が監視カメラに映っていたことが話題になったこの事件。これはさ、犯人の男はもともと殺すつもりで女を連れ込んだってこと？実はね、違うんですよ。動機としてはね、殺人衝動ではないんですよ。事件はある日、女性が失踪するところから幕を開けるんです。容疑者として呼び出された男が語ったものとは。カメラに映った真実。2018年12月5日、ニュージーランドの主要都市オークランド。警察はその日、一人の男の事情聴取を行っていました。確かにその日、グレースと会いました。ただ彼女とは夜10時には別れましたよ。そう語るのはオークランド在住の男、ジェシー・シェーン・ケンプソン。グレースというのはこの数日前、ジェシーとデートをしていた女性、グレース・エミー・ローズ・ミレーンのこと。彼女はリンカーン大学を卒業したばかりのイギリス人女性。海外経験を積むため、大学卒業後の休暇を利用し、いくつかの国を回っている最中でした。そしてジェシーが事情聴取を受けていたのは、彼と数日前にデートをしたグレースに捜索願いが出されていたため、グレースは12月2日に誕生日を迎えていましたが、家族がメッセージを送っても一向に返事をしなかったんです。海外旅行中であれば少し連絡が取れないということくらいありそうなものですが、グレースは家族と非常に仲が良く、毎日連絡を取り合っていたほど、誕生日のメッセージに何日も返事をしないのは明らかに不自然でした。そうして捜査を開始した警察は、グレースが失踪当日、ジェシーと会う約束をしていたことを SNS のメッセージで発見。君はとても美しい、輝いている。そんな歯の浮くようなメッセージを送りつけ、やり手のビジネスマンを名乗っていたその男を警察署へ呼び出したんです。グレースが失踪したその夜、10時には解散したと発言したジェシー。彼は警察が DNA サンプルの提出を求めると、その要求に応じながらも毅然とした態度でこう言いました。 100% 何も悪いことはしていません。失踪当日に会ってた時点でかなり怪しいけどね。でもジェシーは何もしてないに現場で自信満々じゃない。そうなんですよ。でもジェシーの証言にはかなり矛盾点があったんです。その後、警察はオークランド市内の監視カメラをくまなくチェックすると、ジェシーの証言とは食い違っている事実がすぐに判明。確かにその日、グレースと会いました。ただ彼女とは夜10時には別れましたよ。グレースと会った12月1日の行動についてそう話していたジェシー。しかしその日の9時40分、2人がホテルのエレベーターから客室のフロアへ降りていく様子が監視カメラにしっかりと映っていたんです。さらに映像のチェックを進めると、グレースは客室へ向かって以降一度もホテルから外へ出ていませんでした。映っていたのは翌日、布地の大きなスーツケースを引いてホテルを出ていくジェシーの姿だけ。映像をもとに警察が問い詰めると、ジェシーは観念した様子でオークランドの外れに位置するワイタケレ山脈のある地点について言及。警察が現地へ向かうと、そこに埋められていたスーツケースの中には折りたたまれたグレースの遺体が入っていたんです。この時点でジェシーはグレースを殺害したことを認めてはいましたが、一つ不可解な発言をしていました。確かに僕はグレースを殺しました。ただあれは事故だったんです。事故って何よ。殺すつもりはなかったってこと？この言い分だと正当防衛しか思いつかないですよね。ジェシーは何をもってグレースを殺すつもりはなかったと語るのか。その動機を知るには、まずジェシーがどのような人間だったかを知る必要があるんです。孤独が生んだ執着。
1991年12月、ジェシーはニュージーランドウェリントンで生を受けます。そして彼の幼少期は誰一人受け入れてくれる人のいない孤独感に苛まれるものでした。ジェシーが3歳の頃に両親は離婚し、母親は弟を連れてオーストラリアへ。粗暴な父親に引き取られたジェシーはたった一人で罵声と暴力を浴びせられる日々を過ごすんです。ほら、このただ飯ぐらいが。ママ、助けて。父の暴力にさらされるたび、母の思い出にすがりつき、どうにか耐え忍んでいたジェシー。この後、そんな彼の唯一の救いだった母の思い出さえも失ってしまう日が訪れるんです。両親の離婚から数年、父親は再婚しますが、ジェシーは新しい家族とも馴染めませんでした。居場所を失った彼は離れてしまった母親を頼ろうとするのですが、母さん、なんで出てくれないんだ。ジェシーがいくら電話をかけても母親は一切取り合おうとはせず、この一件で絶望したジェシーは不安障害を発症してしまうんです。これは確かに辛いわね。でもなんで実の息子が電話かけて来てるのに出てあげないわけ？お母さんとしては暴力的な父親と距離を置きたくて、父と一緒にいたジェシーからも距離を取ったんじゃないかと思うんですけど、無責任さも感じますよね、これは。父親の暴力にさらされ、母親に拒絶され、何の希望も見出せない幼少期を過ごしたジェシー。彼はその後、投薬治療とカウンセリングを経て不安障害をどうにか乗り越えますが、高校生に上がる頃にはまた一つ変化が現れていました。ジェシーはこの頃ソフトボールチームに所属していましたが、チームメイトからはあまり好かれてはいませんでした。というより、ジェシー自身チームメイトには興味がなかったのかもしれません。ねえねえ、連絡先教えてよ、お願い。目につく女子に手当たり次第に連絡先を聞き出そうとするジェシー。そう、この頃の彼の興味はとにかく女性と関係を持つことに全てが注がれていたんです。それは幼少期、母親に見放され、そのぬくもりに触れられなかった反動だったのかもしれません。そうやって女性への執着心を強めていたジェシーは24歳の頃にはマッチングアプリで知り合った女性をうまく言いくるめ、家に住み着いてしまうようなことも。小さい頃に両親を亡くしてね、児童施設で育ったんだ。どこにも行く当てがなくて、嘘を織り交ぜた身の上話で同情を誘い、友人とルームシェアをしているその女性の家に居候することになったジェシー。しかし女性はすぐにジェシーの本性に気がつくんです。俺は石油会社のマネージャーだからな、お前らみたいな貧乏人とは住む世界が違うんだ。ジェシーはお酒が入ると人が変わったように横柄な態度を取りました。この他にも彼は何台もの高級車や豪邸を所有している話、大成功した親戚の話など、到底本当とは思えない自慢話を繰り返したんです。またジェシーはマッチングアプリで知り合った女性をたびたびその家に連れ込んだため、嫌気がさした女性は2ヶ月もせずに彼を追い出してしまいます。このように女性への異様な執着を募らせ、虚言癖を加速させていったジェシー。何としてでも女性を思い通りにしたいというその支配欲が、ジェシーが事故だったと語った最悪の事件へと繋がっていってしまうんです。女性に対する支配欲って言われたら、なおさら事故だって言われるのが怪しくなってこない？そうなんですよ。ジェシーの犯行っていうのが事故だって言えるのかっていうね。犯行の全貌を知った時、皆さんならどう判断しますか？言い訳不能の犯行。2018年12月1日の夜、ジェシーは SNS で会う約束を取り付けたグレースとレストランやバーをはしごしながら楽しげなひとときを過ごしていました。そんなに？私もこの数ヶ月でいろいろ国回ってるけど、ジェシーは本当に世界中飛び回ってるのね。すごいわ。仕事でだけどね、石油会社のマネージャーしてるからさ。虚言の海外経験を語るジェシーに目を輝かせて相槌を打つグレース。これまで何人もの女性をお持ち帰りしてきた彼にとって、大学を卒業したばかりの若者を騙すことなどたやすいことだったのかもしれません。今夜もうまくいきそうだ。そして3軒目のバーへ訪れた時、すっかり酔いが回ったグレースの背中にそっと腕を回したジェシー。彼がキスをすると、グレースは少し驚いた様子を見せますが、すぐに頬を緩めます。いける。嫌がる素振りを見せないことに味を占めたジェシーは、その後も何度かグレースとキスを交わしました。ちょっとお手洗いに行ってくるわ。そう言ってグレースが席を立つと、ジェシーは慣れた手つきで彼女のハンドバッグを物色。金持ちのふりをして、本当はお金のないジェシーにとってはデート相手からお金をくすねることも日常茶飯事。ダッサ。何こいつも。この時点で警察に突き出していいレベルじゃない。こうしてジェシーの本性を見抜けず被害に遭ったグレース。この後ホテルに連れ込まれた彼女の身に一体何が起こったんでしょうか？男の部屋に来たってことは分かってるよな。ホテルの部屋に入ると同時に囁くようにそう言ったジェシー。彼はその勢いのままグレースをベッドに押し倒した。そしてジェシーが服の下をまさぐり始めると、彼女はおとなしく身を委ねた。それから数時間、飽きることもなく体を交えていた二人。するとある時、ジェシーはグレースの体にまたがった状態で独り言のようにつぶやいた。俺さ、首絞めながらやるのが大好きなんだよね。ジェシーのその一言に背筋の凍る感覚を覚えたグレース。そんなことされたくない。しかし彼女が嫌な予感を覚えたその時にはすでに手遅れだった。ジェシーはグレースの首に手をかけると、彼女が動かなくなるまで力いっぱいその首を締め上げた。
どの口が事故だったなんて言ってるわけ？明らかに強姦殺人じゃないのよ。最近はマッチングアプリで出会うっていうのも一般的になってきたのかなっていう、それに伴う性被害っていうのも増えてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、マッチングアプリと性被害について。近年の日本においても恋人探しの手段第1位とされているマッチングアプリ。実はこの流行に伴い利用者のうちの4割が何らかのトラブルに巻き込まれているといいます。その中でもすぐに体を触られた、いきなりホテルに連れ込まれそうになったなどの女性の性被害は半数以上を占めているんです。2023年には富山県でマッチングアプリで知り合った女性に抵抗されないよう暴行を加え、屋外の駐車場で強姦を及んだ男に懲役8年の刑が下された事件も。事件後、女性は PTSD を発症し日常生活を送ることが困難に。今回の事件のようにマッチングアプリで初対面の男性と会った女性が体格差を利用され犯罪に巻き込まれるケースが日本でも問題視されているんです。自身の欲求に任せグレースを殺害してしまったジェシー。その後、遺体処理の必要性に駆られた彼のスマホには高温で火を起こす方法や遺体遺棄現場のワイタケレ山脈などの検索履歴が残されていました。そして遺体処理の方法にある程度の目星をつけると、彼はグレースの遺体に好みのポーズを取らせ撮影を始めたんです。そうやって一通り遺体をいじり倒すと、ジェシーは満足したように一眠り。その後、スーツケースや掃除用具などを購入し、証拠隠滅の準備を進めたんです。実はグレースを殺害した翌日にも、ジェシーはマッチングアプリでまた別の女性と約束をしていました。彼はそのデートの最中、あたかも人から聞いた話かのようにこう語ったんです。女と乱暴なプレーをして殺しちまったってやつがいるらしいんだ。おっかない話だよな。この翌日、ジェシーはスーツケースに詰めた遺体をワイタケレ山脈へ遺棄しました。100歩譲って殺すつもりがなかったって気持ちが本当だとしても、めちゃくちゃ無責任な姿勢じゃない。なんだと思ってんの、自分のやったことを。合意の性行為の延長で起こったことなら仕方ないよね、そういう風な反応が起こるのを期待してたんだと思うんですよ。殺人犯って罪悪感から逃れたいっていう、こういう心があるんだと思います。結局、警察に嘘を見抜かれ殺人を自白せざるを得なくなったジェシーはその動機を次のように語りました。グレースが頼んできたんだ。もっと気持ちよくなりたいから首を絞めてくれって。しかし、たとえグレースが首絞めを頼んだことが事実だったとしても、事故だったというジェシーの言い分は絶対にありえませんでした。個人差はありますが、人間を考察するには平均で7分ほどの時間がかかるとされているんです。それだけの長時間首を絞められて抵抗しないわけがなく、それでも力を緩めなかったジェシーに殺意がなかったという言い分は認められるはずもなかったんです。裁判では検視に携わった病理学者が出廷し、首の考察痕、肩や腕の打撲痕からジェシーが無理に首を絞めたことを証明。またジェシーとマッチングアプリで知り合った3人の女性によって彼が首を絞めるなどの乱暴な性行為を好んでいたことも証言されました。こうして迎えた2020年2月21日、殺人罪で有罪となったジェシーに言い渡された刑は最低17年仮釈放なしの終身刑。ジェシーはこの他にも女性への性暴力などの余罪で有罪判決を受けています。マッチングアプリや SNS の普及により気軽に異性との出会いを増やせるようになった昨今、反面簡単に2人きりのシチュエーションを作り出せるそのツールが性犯罪や詐欺などを助長する側面を持っていることは否めないんです。加害者が悪いのは当然のこと。狙われる立場にならないためにはどのように自衛していけばいいのでしょうか。おっす皆様に重要なお知らせなんですけれども、アルゴメトリーではね、はい、日本、あとはね世界各国のいろんなね、都市伝説だったり、事件とかね、いろいろこう取り上げていってるんですけれども、もしかしたらね皆さんの中にこういったね事件に詳しい方だったりとか、もしくは詳しくなりたい方だったりとかね、いろんな方いると思うんですよ。なのでちょっと未経験とかね経験者とか関係なく、そういった事件を調べるのが好きな方にリサーチのねお仕事っていうのをお願いしたいなっていうのもありまして、はい、ぜひね力をお貸しいただける方はですね、概要欄または固定コメントの応募フォームからぜひね応募いただければと思います。待ってまーす。母子2人を殺害し、これは罪でしょうかと言い放った少年。一体何が彼にその発言をさせたのか。2000年3月22日、山口県山口市。最後は必ず遺族が望む刑が出ることを信じてこの日まで頑張ってきましたが、結局は最後の最後まで司法に裏切られました。その日行われた裁判の後、声を震わせながらそう語ったのは、約1年前山口県光市で起きた殺人事件で妻子を失った男性。犯人は18歳の少年福田
田孝之でした。水道の個別点検を装って被害者 A さんの自宅へ上がり込み強姦殺人に及んだ後、その場にいた生後11ヶ月の娘まで殺害してしまうという残虐極まりないその犯行。検察は死刑を求刑しますが、一審で下された判決は無期懲役。犯人の福田が未成年だったことや法廷で謝罪の意を述べていたことなどから更生の余地があるとされた結果でした。しかし A さんの夫が司法に裏切られたというように、この判決が正当だったとは思えない事実がこの後明らかになるんです。法廷では反省の態度を示していた福田、極刑を免れた彼は知人にこんな手紙を送ったんです。犬がある日可愛い犬と出会った。そのままやっちゃった。これは罪でしょうか。もし2人を殺害し遺族を嘲笑うような言葉を言い放った少年、殺人を罪として認めないその人格はどのようにして生まれたのか。少年の心が歪んだ理由を知ったとき、あなたは少年に下された判決をどう受け止めますか。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。